こんにちは、くまこです。今回は、しなの鉄道ろくもんのオバステナイトクルーズをお送りします。木のぬくもりあふれる優雅な車内でのディナーと、日本三大車窓、オバステ駅からの美しい夜景、極上の乗車体験をたっぷりお届けします。それでは、出発進行。今回の旅は長野県軽井沢駅からスタートです。北口にあるレトロなしなの鉄道旧駅舎にやってきました。15時20分、乗車受付をします。こちらは今回の乗車券。事前に自宅へ郵送されます。出発までの時間はこのレトロな旧駅舎の2階にある乗客専用ラウンジで過ごします。駅舎内に併設されているレストランでドリンクを受け取り、2階へ移動します。この日は、ミカドコーヒーとアップルジュースから好きなものをいただくことができました。木のぬくもりがあふれる素敵な空間でドリンクをいただきながら優雅な気分で列車を待つことができます。時間になり、スタッフの方の案内でホームへ向かうと、そこにはすでに深紅のろくもんが待っていました。ろくもんという名前は現在の上田市ゆかりの武将真田一族の家紋六文銭から名付けられました。この目を引くボディカラーも真田信繁、通称雪村が戦いで用いた赤備えをイメージしています。車体のデザインには六文銭だけでなく真田家のもう一つの家紋である津浜もあしらわれています。六門の旅は乗務員さんが吹いてくれるホラ貝の音でスタートします。真田一族の出陣をイメージした粋な演出です。ホラ貝の合図でいよいよ六門のドアが開きます。今回私が予約したのは1号車のこちらの2名掛けのお席。この1号車は通常乗車券プラス指定席券で気軽に乗ることができるプランの車両となっています。車両の真ん中にある木のプールが目を引く素敵な空間です。このチャンネルを普段からご覧いただいている方はお気づきかもしれませんが、今回熊尾は不在です。一緒に旅をするのは久々の登場、熊子のママこと熊間と姉の熊姉です。熊間のろくもんのナイトクルーズに乗ってみたいというリクエストでこの計画がスタートしました。メンバーは3人なのになぜ2名掛けの席なのと思った方もいるかもしれません。実は予約した時、この2名掛けのテーブルが2つしか空いていなかったんです。今回はこの1号車の2名掛け席に分かれて座ります。そして16時4分、いよいよろくもんオバステナイトクルーズの旅出発です。ろくもんオバステナイトクルーズは軽井沢を16時4分に出発し、日本三大車窓のオバステ駅を目指します。その後聖高原駅で折り返し、終点の長野駅を目指す特別なルートです。テーブルにはロゴ入りの紙ナプキンやコースター、六文銭をイメージした紙ランチョンマットの上にはカトラリーとお箸、そして本日のメニュー表がセットされています。メニュー表には本日のワインリストも書かれています。このオバステナイトクルーズでは他のコースにはない特別なワインが用意されています。お料理に合わせて3種類のペアリングを楽しめるそうです。なんとソムリエの方が一緒に乗車してワインの説明をしてくれるという本格派。残念ながら私はアルコールをいただかないのでソフトドリンクに変更していただきました。コースのワイン以外にもドリンクメニューが大充実しています。ワインの追加オーダーはもちろんジンやウイスキー、こだわりの日本酒まで
車内とは思えないほどの品揃いです。出発して間もなく、早速最初のお料理が運ばれてきました。エディブルフラワーが添えられた色鮮やかで美しい前菜の盛り合わせです。一番右側がじゃがいもと玉ねぎのスープでございます。周りの器が信濃雪マスという魚を使いました昆布締めでございます。上には柚子のソースがかかっています。そしてこちらですね、合駒のスモークでございます。スモークの香りをどうぞ楽しみながらお召し上がりください。そして一番左側、蓼科ぶどうのポカリでございます。どうぞごゆっくりお召し上がりください。実はこちらのナイトクルーズ、お酒を飲まない人にも嬉しいソフトドリンクのペアリングが用意されているんです。お料理に合わせてなんと3種類の特別なドリンクが提供されます。まず1品目の前菜と一緒にいただくのはこちらの桑の実サイダー。微炭酸のすっきりとした甘さがお料理の味をさらに引き立ててくれます。ワインを選択した熊姉に提供されたのは地元榊ぶどう酒醸造の猫じゃらし2025という白ワイン。メニューによると暑く雨の少なかった2025年の気候を反映したトロピカルな果実味とほのかな鉱物感が楽しめるお手本のようなソービニオンブランだそうです。進行方向右手側でございます。浅間山が見えてまいります。標高2568メートル、体型のなだらかな形が有名でございます。失礼いたします。浅間山が近く見える場所で1分ほど停車いたします。お食事を楽しんでいると進行方向右手に美しい浅間山の姿が広がっていました。しかもなんと浅間山が一番近くに見えるベストポジションで列車が一時停車してくれたんです。美味しいお食事をいただきながらこの景色、最高に贅沢な時間です。絶景の余韻に浸りながら列車が再び動き出すと今度はパンが運ばれてきました。見た目はシンプルなロールパンですが一口食べると本当に美味しくてびっくり。素敵な景色と特別な空間のせいかいつもよりずっと美味しく感じてしまいます。次のお料理は信州サーモンと福緑のポアレです。サーモンとお肉が一緒のお皿に乗っているなんて珍しいですよね。正直サーモンと鶏肉の組み合わせってどうなのと少し不思議だったんですが、ローズマリーの香るトマトソースが見事にまとめてくれていて相性抜群。キノコの食感も楽しめる大満足の一品です。このお料理と合わせた2種類目のソフトドリンクは地元ワイナリーが醸造した特別なブドウジュースです。一見リンゴジュースのような琥珀色をしていますがこれが驚くほど濃厚なんです。お料理との相性も完璧です。ワイン派の熊姉にはコモロッコファームの白ワインシュールラコリーヌ。豊かな果実味と複雑な酸味がお魚料理の味を引き立ててくれます。ここで熊姉とくままはあんずサイダーと梅ジュースを追加オーダー。すっかり満喫しているようですがお会計はなぜか私。妹に宝姉ってどうなんでしょうか。続いてメインディッシュのお肉料理です。信州プレミア牛のサーロインのステーキと蓼科豚の柔らか煮。ナイフがなかったのでそのまま一口でいただいたのですがなんと噛む必要がないくらい柔らかいんです。牛肉も豚肉も本当にあっという間に口の中でとろけてしまいました。お肉料理に合わせた3杯目はとろける濃厚な桃のジュース。ワイン派の熊姉には日本を代表する名ワインシャトーメルシャンの秘境ヶ原メルローが注がれました。どちらもお肉との相性は最高でした。コースの最後はいちごと木いちごのフロマージュブランと自家製サブレ。甘酸っぱいベリーのソースが滑らかなフロマージュブランを優しく包みます。お肉料理の後にぴったりの爽やかな美味しさです。デザートのお供には冷たいアイスコーヒーをいただきました。ほうじ茶なども選べてなんとおかわりもできる素晴らしいサービスです。どのお料理も本当に美味しくいただきました。ちなみに今回いただいたのは
長野県小諸市にある停車場ガーデンさんのものです。お店の詳細は概要欄に記載しておきますので、ぜひチェックしてみてくださいね。気づけば列車は戸倉駅に到着していました。反対側の窓からお見送りの様子が見えたので、急いでドアのところへ移動しました。観光列車ならではのほっこりする瞬間です。お食事をすっかり堪能した後は、少し席を立って車内の散策へ。ここからはろくもんのこだわりの車内をぐるっとご案内する車内ツアーをお届けします。1号車といえば何といってもこの木のプール。木のぬくもりに大人も思わず癒されてしまいます。そして同じく1号車にはこちらのサービスカウンターがあります。ここではろくもんのオリジナルグッズを購入することができます。旅の記念やお土産選びにぴったりなスポットです。続いてやってきたのは2号車です。こちらは車窓の景色を存分に楽しめるカウンター席とゆったりくつろげる横並びのソファー席が特徴です。1号車とはまた違った落ち着いた大人の空間ですね。そして2号車のデッキ付近には記念撮影ができるフォトスポットとスタンプ台があります。乗車時にテーブルに置かれていたこの乗車記念カードの裏に旅の思い出を刻みます。実はこのカード、表側に乗車券を差し込めるようになっているんです。これで素敵なオリジナル記念ボードの完成です。さらに2号車にはこんなにおしゃれなバーカウンターもあります。そして向かい側には信州のワインや日本酒がずらり。見ているだけでもワクワクする素敵な大人の空間ですね。最後にご紹介するのは3号車。通路には障子戸が並び、ヒノキのいい香りが漂う和風コンパートメントです。反対側の景色は見えづらくなりますが、周りを気にせず列車の空間そのものをゆったり楽しむには最高の特等席ですね。1号車から3号車まで木のぬくもりにあふれる素晴らしい空間でしたが、実はこのろくもん、水戸岡英二氏がデザインされた列車なんです。私が以前アップした富士山ビュー特急も同じく水戸岡デザインなので、ぜひそちらの動画とも見比べてみてくださいね。ちなみにお手洗いはこの3号車にあります。中も広々としていて清潔感抜群です。列車は篠ノ井駅に到着です。ここからは JR 線になるため乗務員さんの交代が行われます。列車はしなの鉄道から JR 篠ノ井線に入り、進行方向が逆になりました。今回は2名掛けの席を1人で広々と使わせていただいているので、進行方向に合わせて向かいの席へ移動して景色を楽しみます。山を登っていくと突然視界が開けました。眼下に広がるのは千曲市の街並みです。ここは北海道の狩勝峠、熊本の矢岳と並ぶ日本三大車窓の一つ。少し霞んだ空と広大な景色に何とも言えない趣を感じます。ここで列車が一度止まり、進行方向を変えて小バス停駅のホームへ入っていきます。これがスイッチバックの瞬間です。急勾配を登る昔の機関車のために作られた特別な線路の構造なんだそうです。なんだか不思議な感覚です。そして六門は大バス停駅に到着。ここでは35分ほどの長めの停車時間が取られています。まだ明るい時間帯ですが、ホームからの素晴らしい景色を心ゆくまで堪能したいと思います。ホームには地元のガイドさんがお出迎えしてくれていました。ガイドさんの法被に月の都千曲とあるように、ここは昔から棚田に映る月が美しいお月見の名所として有名なのだそうです。駅をふらふら散策していて何気なく撮ったこの駅名標、実は後から気づいたのですが、緑の線がスイッチバックの形になっているんです。現場では全然気づきませんでしたが、面白い仕掛けですね。これからバイオリンとフルートの生演奏が始まるようです。ですが、残念ながら動画撮影は NG とのこと。この美しい音色を BGM にしながら
オバステの駅舎を見に行きたいと思います。ホームに小さな神社のようなお賽銭箱を発見しました。旅の安全を祈願するものなのか、ローカル駅ならではの温かみを感じます。さらに階段を上がって通路から見下ろすと、善光寺平の絶景と六門を一緒に収めることができました。景色の中にエンジ色の車体がよく映えて、本当に美しいです。こちらがオバステ駅の駅舎です。立派な木の看板に赤いポストや緑の公衆電話など、どこか懐かしい空気が漂っています。待合室も洋風の照明と木のベンチがマッチしていて、とても居心地のいい素敵な空間です。出発時刻が近づいてきたので、そろそろ六門の車内に戻ります。列車は再び走り出し、車窓には美しい夕暮れの景色が広がります。ポツポツと街の明かりが灯り始めて、とてもロマンチックです。移り変わる景色を眺めながら、追加でフローズン&ヨーグルトを注文してみました。八ヶ岳の生乳とこの辺りの特産品千曲あんずを贅沢に使ったこだわりのスイーツだそうです。さっぱりとした甘さが旅の疲れを優しく癒してくれます。列車は間もなく聖高原駅に到着するようです。この駅のホームには旅の安全を願って建てられた超観世音菩薩像があるそうです。ホームに降りてみてびっくり、立派な木造の観音様がいらっしゃいました。せっかくなので私もこれからの道中の安全をお祈りします。そして列車はここで折り返し、来た道を戻って再びオバステ駅へと向かいます。同じルートでも夕暮れから少しずつ夜に近づいていくので、行きとは全く違う景色に感じられます。心地よい列車の揺れを楽しみながらゆったりと過ごしたいと思います。聖高原を折り返し、列車は再びオバステ駅へと戻ってきました。夜の帳が降りた車窓からは、日本三大車窓の一つ、善光寺平の美しい夜景が眼下に広がります。聖高原で折り返したため、今度は先ほどとは反対側のホームに到着しました。少し視点が変わるだけで、駅の雰囲気も違って見えます。幸いなことに、今回も停車時間がたっぷり確保されていたので、外に出て夜景を堪能します。外は少し肌寒くなってきたので、早めに車内に戻ってきました。夜景が綺麗に見えるよう、車内の明かりが優しく落とされています。プライベートなラウンジのような空間で、席に座りながらのんびりと夜景を眺める。まさに極上のひとときです。それにしても、あの六門のロゴ、こうして見ているとだんだんミッキーマウスに見えてくるのは気のせいでしょうか。楽しい時間はあっという間で、いよいよオバステ駅を出発する時刻になりました。素晴らしい夜景を心に刻み、列車は長野駅に向けて出発します。夜遅くまで見送ってくださるガイドさんたちに手を振りながら、オバステ駅にお別れを告げます。出発してすぐ、本日最後のスイッチバックが行われ、列車の進行方向が再び変わりました。そんな中、バイオリンとフルートの生演奏が私たちの1号車にもやってきてくれました。演奏の様子は動画撮影 NG のため、ここからは窓の外に広がる美しい夜景と車内に響き渡る本物の音色をどうぞ耳でお楽しみください。
心地よい音楽の余韻に浸っているうちに、列車はゆっくりと終着駅である中野駅へと滑り込んでいきます。そして20時15分、無事に長野駅に到着。こうして4時間にわたる6問の旅が終わりました。今回私が感じた6問をバステナイトクルーズは、洗練された観光客で賑わう軽井沢からレトロなオバステ駅まで、まるで時代を遡っていくかのような不思議な旅でした。今回の旅はくまモの夜景が見たいという一言から始まった計画。予約時に2名掛けが2席しか空いていなかったので、くまモたちとは席が離れてしまいました。実は後に6問の方から4名掛けが空いたと変更のご提案もいただいたのですが、夜景を最優先して2名掛けのままにしました。結果は大正解。信州の美味しいお食事や温かいおもてなし、そして最高の夜景を特等席でプレゼントすることができ、本当に贅沢なひとときでした。最後に今回の旅にかかった金額を発表します。6問オバステナイトクルーズは1人当たり24,800円、1号車から3号車まで全て一律料金です。個室でゆったり過ごすか、窓向きの席で夜景を満喫するか、旅の楽しみ方に合わせて席を選んでみてくださいね。それではまた次の旅でお会いしましょう。